私は、神々の間で太古神と呼ばれるが、もともとは、約4万8000年前に出雲で出生した人間である。詳しくは、右のプロフィールにある通り、過去1万年来の人類が知り得なかった宇宙や心霊、人間の本質について語るため、アバターとして登場した。この度、神々の宇宙論、すなわち宇宙意識総論を人類に広く公開する。最後まで視聴し、神々の意図を真心で理解してもらいたい。我々が現在、大宇宙と唱えるこの世界は、一体どこから、どのように生じたものであろうか。そして、地球その他に生息する一切の生物は、どのような過程を経て今日に至ったのであろうか。また、この世界で最も不可思議で、普遍的な現象である生物の意識は、一体どうして生まれたのであろうか。それは、どのような性質と構造を有するものであろうか。この人類最大の謎を解くためには、我々はまず大宇宙の起源にまで遡っていかないと、何一つとして解決の鍵は与えられないのである。宇宙の起源を考察するにあたり、第一に考えられることは、この世に何一つない状態である。これを一応、絶対空と呼んでおく。ところが、この絶対空から物質が生まれてきたのであるから、絶対空とは一応の呼称であって、それは何らかの力の充実した根源的なもの、すなわち物質を生み出す物質母体とも言うべきものであることがわかる。また、物質母体から生み出された物質は、現代科学の証明する限りでは、電磁体のため、この物質母体も必ずや電磁体でなければならないと考えられる。我々は、この物質母体または、空体というべき宇宙総資源体を、異または異体と呼ぶ。異とは、質的に見た名称であり、異体とは量的に見た名称である。異とは運動意識を有する物質の本源的母体に具有する質である。そしてこの質の量的発展体が異体である。異及び異体は幅も厚みも色も匂いもない、全く何らの制約も限界もない、雲霧に等しいものと見るべきである。そして前面に微弱な電気を帯びているものであり、また熱を持たない物質である。異体が熱を帯びていない理由は、この雲霧に似た物質母体は、未だ可電微粒子の分裂を起こしていない一枚ガラスのようなものであり、微粒子の運動による衝突がないために熱も発しないからである。ここで注意を要することは、この異体は宇宙創造の第一次段階の歴史的存在であって、今日ではすでに無限の微粒子に分裂し尽くして、その原体はもはや存在しないことである。異体とは宇宙発現時の総資源体であって、それは異という質によって充実させられた空間の中に現れた一道の貫くものというべき未熟電体である。そしてこの未熟電体の質である異こそ物質進化力の能動源とも言うべきものである。異即異体即電体という図式が成り立つのであり、すべて同一物の各面に過ぎないのであって、このうちのいずれを分離して考えることも誤謬である。異即異体即電体は物質の機能条件ではあるが、異の意識的進化能動力がこれを導き操作調整しない限り、万物の進化発展は絶対に不可能である。意識能動力のない物体は自己の構造を維持できないばかりではなく、あらゆる合法則的運動も成立しないためである。この異体は異の主導によって何らかの物質原子体へ進化発展しようとして、その内部に2つの力を生み出す。すなわち内力と波力である。内力とは内から外へ向かおうとする力である。内なる力を外部へ発散させようとする力である。そして波力とは外なるものを内に捉えようとする力である。この2つの力が最高度に発展するとき、異体は俄然猛烈な自己分裂活動を開始し、ここに独立した帯電性微粒子が生まれる。それは異体の自己発展、自己転化であり、物質原子体の創造活動である。我々は異体そのものが未熟な電体であることを述べた。今ここに重要な問題があることを知らなければならない。それは電体及び電子運動の発祥である。前で述べたように、絶対空と呼称する異体は
意の主導によって新たな物体へ発展しようとして、その内部に内力と波力を生じた。それは独立運動原子としての帯電性微粒子への自己転化のためであった。そこで我々は電子運動の発祥、すなわち電磁体の運動力の起源をこの異体に生じた内力と波力に求めることができる。この場合、未だ微粒子の分裂を見ない時であるからこれよりはるか後に生じる電子など考えられないのであるが、電子はもとより、それ以前の数種の微粒子はその運動気力をすべて異体の内部に生じた2つの力に負っている。異体創生の末期に生じるこの力こそ物体運動の気力である。それは自己発展を目指す異の能動意識力の発現によるものと見るべきである。物質はなぜ発展運動を営むかという問題に対しては、それは異の本能的意欲によると答えるほかない。物質総資源体は単なる物質ではなく異という意識源体なのである。この異の無限な本能的発展意欲こそ物質発展の根本的気力である。しかしこの異体が電体であることは異の能動活動を一定の法則的なものに規定する。内力と波力とは電体としての制約のもとに発現した異、すなわち異体の自己発展力の最高限界点を示すものである。この限界を超えてさらに発展するとき、異体は次なる発展体、すなわち帯電性微粒子群へ転化する。異の上位に特殊な神の操作力を設定すべきではない。このことは万物の発展史を紐解くのに最も重要な命題の一つである。